Welcome to Tasty Bits, a series about the people behind the games we love. My guest today is Sagawa Don, rapper, member of the hip-hop crew DON YASA CREW, but mainly someone who refuses to stay in one lane. His vision is simple. If it's not out there yet, he will build it. Be it a track, a music video, or a video game. That's exactly how his game, SONOKUNI, was born. A game with a deep story, a Japanese rap soundtrack, and a visual style that looks like nothing else. Through a playlist he curated, Sagawa Don takes us through the journey behind the creation of SONOKUNI. I am very excited because this is the first interview fully conducted in Japanese on this channel. Make sure to turn on the subtitles on this video. Full disclosure, my Japanese is not perfect, but I still hope that you'll enjoy this conversation. 佐川さん。はい。今日来てくれてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。今日はね、佐川さんは、ラッパーなんですが、その国の、ゲームデベロッパーですよね。はい、見たことなかったゲームだったし、でも聞いたことなかったゲームだったなっては思ってた。そこですごいなんかハマってて、もっと知りたいなっては思ってまして。そして探したら、ドンヤサクルー、ヒップホップクルーが作ったビデオゲームなんだ。うん。最初にヒップホップというか、ミクスチャーロックで初めてラップを聞いて、例えば出身地である沖縄のオレンジレンジとか、はい、あとはドラゴンアッシュとか、そういうところで、ロックとラップみたいなところを、もう本当に6歳、7歳とか、ちっちゃい時から聞いて育ってて、それでラップはずっと好きで、で大学生くらいの時に、コウっていうラッパーの方がいるんですけど、コウを初めて聞いて、自分もラップやってみようみたいな感じで、ヒップホップを始めたっていうような感じですね。オレンジレンジの、なんかアステリスクを選んだんでしょう。なんか選んだ理由は何でしたか？単純によく聞いてたっていうのもあるんですけど、漫画が好きで。ブリーチ。ブリーチ。そうそう。で、オレンジレンジはナルトとかの曲もやってたりしたし、もうちょうど10歳とかの時だから、すごい、もうずっと聴いてみたいな、ずっと漫画読んで、ずっとオレンジレンジの曲聴いてみたいな、もうそういった生活だったんで、それですごい好きだったっていう感じですね。はい。もういいですか？全然いいだけど。次のなんか選んだ曲は、ケンドリック・ラマーの DNA ですね。ケンドリック・ラマーの姿勢みたいなところにすごい痺れてて、その DNA っていう自分の血筋とか、自分の出生とか、その自分のバックボーンに対する、自分のバックボーンを背負って活動していく姿勢みたいなところにすごい刺激を受けてて、ケンドリック・ラマーだったらケンドリック・ラマーの地元をこう背負ってるし、僕は僕の地元を背負っていきたいなくらいの気持ちでやってるっていう。でその中でもDNA っていうところが、それを、すごい表してる曲かなっていうふうに個人的には感じてて。ドンヤサクルなんかの話したいとは思いますけど、ドンヤサクルってなんかどこから始まったんですか？これは同じ大学の同じ創作活動の全員同級生なんですよ、大学の。8年前はヒップホップ始めたてで、ヒップホップの文法というか、ヒップホップの誰かが作ったヒップホップの哲学みたいなところに憧れてて、これがヒップホップっぽいよねとか、これがラッパーっぽいよねみたいな、そういうイメージ通りのヒップホップをこう演じようとしていたみたいなのが多分8年前とかで、なんかヒップホップのあの感じあるじゃないですか。なんかちょっと悪い感じみたいな。ちょっと悪い感じですね。なんだっけ、原別便利？原付便利。原付便利。四輪乗らない。車よりも出足早い。原付便利。ホンダ。原付、そうですね、原付便利ってそれを聞いたら、やっぱりそのヒップホップっぽさがあって、だけど、ちょっとだけなんかパロディじゃないですか。パロディの感じもあって。当時はそういう感じで、ヒップホップっぽい感じをこう演出しようとしてたっていうところで、で今は
逆にそういうところに興味がなくなったというか、自分たちが言いたいことを言うというか、ヒップホップじゃなくてももう今はいいと思ってるというか、自分の考えをこう世に出していくし、このヒップホップっぽいカッコつけみたいなのももうしないでいいかなと思ってて、例えば自分は漫画好きだったりするんで、そういった漫画の言葉の引用をラップでしたりとか、なんか例えばなんかそういう感じでこう自分のバックボーンというか、自分のこととか考えを伝えることに重きを置いていて、なんかヒップホップっぽい感じみたいなのにはもうこだわらないって決めたっていう、そこが8年前と今の差かなって。本当の自分を出そうと思った、いつぐらいなんか変わったんですか？それは音楽でというよりは、その国を作るタイミングがきっかけで、その国のストーリーを作ろうって思った時に、その国はあれは自分に向けて作ったゲームで、そうですか。僕が佐川ドン個人が遊んで一番面白いゲーム一番刺さるゲームを作ろうと思って、他の誰にも刺さんなくてもいいから僕が世界一面白いと思えるゲームを作ろうと思った時に、僕が一番感動するストーリーとか、僕が一番食らうテーマみたいなのを書こうと思ったんですよね。でその時になんだろう、内省的にというか、自分の心の中と向き合う時間みたいなのができて、その時になんかヒップホップっぽいこうかっこいい言葉をリズムに乗せて言うことよりも、なんか自分の本心をなんかうまく音楽に乗せる方がいいんだというか、自分の本心をさらけ出そうみたいな気持ちに、その国のストーリーを書く上で気づいて、そこから変わった感じなんですよね。ドン佐川さんが好きなビデオゲームは何だったっけ？いろんな要素でいろいろ面白いところがあって、みんなでワイワイするならスマブラが楽しいし、見た目が一番かっこいいなって思ったのはホットラインマイアミだし、そうっていう感じでこの部分はベストなゲームっていうのがこの世にはいっぱいあったんですけど、こう全部まとめて 100% 僕が好きなゲームっていうのがなくて、っていうのもそのストーリーが、ああいうようなその国のストーリーのようなちょっと深い感じで、かつ BGM が日本語ラップで、そうですね、なかなかないですね。で見た目がホットラインマイアミみたいにかっこよくて、そういうゲームって作らない限りこの世にないんですよね。本当。なので作ろうと思ったんですよね。本当にすごいしか言えないけど。どうやってそのドンヤサークルとそのビデオゲームの話しましたか？その国を作り始めた時はちょうど2020年で、コロナでドンヤサクルーのライブがなくなった時で、何件かライブがキャンセルになった時で、メンバーがみんな暇してたんですよね。それで最近ビデオゲーム個人で作るのがインディーゲーム流行ってるから、俺たちもライブできなくなった代わりにゲーム作ろうよっていう感じで、みんなにこう説得してゲーム作るって感じになりました。じゃあその国の話すると、その国は音楽だったらアークエネミー、ネメシスっていう音楽を選んだんですが、理由は何ですか？その国の主人公が大きい国に対抗していく。で、その国のストーリーはその日本の歴史における、なんだろう、そういう敵と戦った歴史というか、なんか日本の歴史からするとテロリストなんですよ、その国の主人公は。歴史上悪者って感じですけど、日本の歴史上は悪者ですけど、それをこう主人公っていう感じに置いてストーリーを作ってるんですけど、ネメシスの歌詞がなんか We are enemy みたいな言葉とか、なんか We are anarchy みたいな言葉があったりして、そういう大きい力に
立ち向かっていくみたいな、はい。そういうようなテーマが込められてると思ってて、なんかそういうところがその国のストーリーとも合ってるし、あとはその主人公の、なんだろう、強い反骨精神というか、はい。そういうところにも合ってるかなと思ってて、ヒップホップも反骨精神あるんですけど、なんかデスメタルの反骨精神は、こう、反政府主義というか、アナーキーな感じで、なんかもっとヒップホップよりも激しいイメージがあ激っしいですね。て、それであえてヒップホップではなく、アークエネミーのネメシスを選びました。もうちょっと先の話に戻ると、なんでその国と和の国の話なんか作ったんですか？僕が出身が沖縄で、その沖縄は昔日本とは別の国だったので、そういう沖縄と日本みたいなところがあって、で、その国が舞台となってるクマソっていう国と、当時の日本もまた別の国だったけど、また一緒になってみたいなところで、こう、自分の中の、今日本人であると思ってるんだけど、こう、遡ってみると、ルーツは別の国にあったっていうところ、その考えとかを、沖縄じゃないところをテーマに描いてみたっていうのがその国で、要は熊曽も沖縄ももともと日本とは別の国だったけど、今日本の中に入ってて、っていうそういうようなストーリーを描きたくて。じゃあ今自分は日本人か沖縄人だと思ってますか？沖縄の魂があります。沖縄の魂って何ですか？日本人でもあるんですけど、沖縄人でもあると思ってます。その魂は何ですか？ヒップホップにおけるレップみたいな、レプレゼントみたいなのあるじゃないですか。そうですね、あるあるある。ブロンクス出身だぜみたいな、なんかそういうところ、それとすごい近いと思うんですけど、僕が思ってる魂は、自認することというか、自分は、沖縄の人間なんだぞって思うことだと思ってて、日本人だぞって思うこともそうだし、自分のアイデンティティを自分で決めること、それが魂だと思ってて、そういう心に幽霊の炎みたいな、そういう魂じゃなくて、そういう自分の頭の中で、俺は沖縄の人間なんだって強いアイデンティティを持って意識すること、それこそが魂なのかなっていうふうに思ってます。もうちょっとだけその国の話したら、なんかその国は難しくないですか？クリアしたかったら頑張らないと、何回も死なないとできないじゃないですか。なんでこんなに難しいゲーム作りましたか？その自分も強いし、相手も強いっていう、敵も自分も一発で死ぬじゃないですか。そういうゲームを作りたくて、体力性とかじゃなくて、もう自分のパンチでも相手は全一撃で倒せるし、相手のパンチでも自分が一撃で死ぬしみたいな、なんかそういう激しい世界観を描きたくて、そういうところが反映されてるかなと。あとは一番大きいのはセレステですかね。そうだね。セレステって、プラットフォーマーっていう、マリオみたいな形だと思うんですけど、そのセレステの体験をトップビューのホットラインマイアミみたいな見た目で作りたくて、それを作ろうとするとああいう感じになったというか、プラットフォーマーって例えばこう足場と足場があって、こうジャンプするときにこの飛んでる途中で手を離すと落ちて死んじゃうじゃないですか。そうだね。要は何もしてないと死んじゃうっていうのがプラットフォーマーの面白さだと思ってて、なんか重力で勝手に落ちて死んじゃうっていう、その重力をホットラインマイアミみたいなトップビューの上から見た世界で再現しようとすると、その国みたいにこう部屋に入ったら何もしてないと勝手に敵がわらわら集まってきて殺されるっていうトップビューで重力がないのに重力を再現しようとすると、ああいう
敵が強いゲームになっちゃったっていう感じですね。問題ばっかの島を外から見てできすぎた。もうちょっとなんかそのドンヤサクルの話に戻ると、コウさんのビジネス&アートを、なんか音楽を選んだんじゃないですか。はい。なぜこうにしましたか？まあ、コウはもともとそのラップを始めるきっかけにもなってましたし、あとはビジネス&アートは、ビジネスよりもアートっては言ってるんですけど、お金も大事みたいなことを言ってて、言ってるですね。そこがすごいなんかリアルで面白いところで、なんか本当のアートというか、こう浮世離れしてるような、お金なんていらないとかでもなくて、お金はお金で欲しいけどでもやっぱりアートの方が大事だよねみたいな、その現実世界の中でビジネスしつつアートもやっていくみたいな、けどでも最後はアートだよねみたいな、なんかそういう姿勢というかがすごい大事な気がしてるというか、本当はお金稼ぎたいんですけどそうか、フレックスみたいなヒップホップってこうめっちゃお金みたいな感じあると思うんですけど、こっちの方が一般受けしそうだなっていうような見た目だったりゲームシステムだったりとかよりも、こっちの方がアートだなっていうようなものを結局選んじゃったというか、お金欲しいけどでもかっこよくないもの作ってお金もらっても意味ないかみたいな、そういうのは他の人に任せて、僕らはアートやろうみたいな、かっこいいものやろうみたいな、そういうスタンス、そこがすごいなんかビジネス&アートだなってね。その国を作った時、まあその伝えたいことは何でしたっけ？このゲームで伝えたかったのは、まあ魂のことで、結局プレイヤーとしての佐川丼に一番楽しんでもらおうと思ったら、佐川丼が一番刺さるようなストーリーにしないといけなくて、で佐川丼に一番刺さるストーリーは魂についてのことだろうって思ったんですよね。だって佐川丼は沖縄出身でで、この東京に来て頑張っててみたいな、そういうところで、こいつに楽しんでもらうには魂の話しかないっていう、魂のことについて伝えなきゃっていう、その国を作った時、辛いなんか時もあったんじゃないですか。どんな曲を聴いたとかって何を選びましたか？あとモロハっていうの三文線っていう曲で、モロハはアコギとラップの2人でやってて、モロハリリックがストレートでかっこいいんですよね。でかつこう鼓舞してくれるというか、なんか変にかっこつけないというか、モロハは、なんか泥臭いなんかことを平気で言うというか、なんかこう汗水垂らして頑張るってちょっとだけダサいと思われると思うんですけど、なんかそれよりも汗一つかかずにこうクールに乗りこなしてやるぜみたいな方がこうかっこいいよねっていう風潮は普通あると思うんですけど、モロハはそんなことなくて、いや泥臭くても辛くても頑張ろうみたいな、そういった歌詞が多いし、かつ今はこう地べたを這いずり回ってるけど、こういつかビッグになってみんなを見返してやるぜみたいなそういう強い思いがモロハにはあって、そういう曲を聴くとこうゲーム開発の辛い時期を乗り越えられるっていう、そういう感じですね。じゃあ最後の曲なんですが、今夜だけという曲を選んだんじゃないですか。その曲はね、今まで選んだ曲と全然違う雰囲気だけどね、なんか2つ理由あって、最近アシッドテクノみたいなテ
テクノミュージックを聴いてて、まあ日本で言うと石野卓球さん、電気グルーヴさんとか、まあそういったところを聴いてるっていうのと、まあ今夜だけっていうのは、ネットフリックスのデビルマンっていうアニメーションがあるんですけど。デビルマンクライベイビー。あ、そうです、そうです。はい。あれに、まあ、デビルマンの漫画もそもそも好きで、ああいうのが好きなんで、ストーリーとかも。まあそれの劇中歌なんですよね、今夜だけは。なんで、まあ、ちょうど今聴いてるテクノミュージックと、まあそういうストーリー的に大好きなデビルマンの、まあそのちょうど混ざったやつみたいな感じで最近よく聴いてて、もともと好きな音楽ジャンルともともと好きなアニメなんですけど、それを最近またゲーム作りが落ち着いたんでよく聴いてますね。で、その悪魔になった主人公が全員を殺す瞬間もあったりして、そうだね。守ってた人間をデビルマンが殺すっていうところがあると思ってて、人間の方が悪魔だみたいなところ。その国もそれに強い影響を受けてますよね。まあやった人はわかると思うんですけど。そうだね。でもありがとうございます。じゃあこれでインタビューには終了にはなると思いますけど、まあ言いたいこととかなんかあれば。まあ引き続きゲーム作っていくんで、まあどんどんゲーム出していくんで、ちょっと良ければYouTube とか X とかフォローしていただけると、まあそういう情報がどんどん出るので、良ければそこフォローしてもらって応援してくれると嬉しいです。はい。佐川どん、ありがとうございます。ルリーさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。That was very good. Okay. お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。Thank you for listening to this episode of Tasty Bits. And a biggest thank you to Mash Bros for having us. Their address is in the description of the episode. Stop by if you're in Tokyo. The full playlist from this episode is available on Spotify as well. All the links are in the description. If you enjoyed this conversation, please like, comment, and subscribe. And stay tuned for even more Tasty Bits.